んにちは、メイです。シトロン島シーズン2の水路のある街が完成したので、今日はシトロン島のお散歩です。また水浸しなのか気になる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では早速シトロン島をご案内いたします。最初はエントランスから。いつも自宅が飛行場から近いのですが、今回は初めて一番近い場所をぬいぐるみに分け与えました。エントランスには滝修行の場があり、ここでボートを漕ぐための筋肉を育てられます。手前の椅子は修行待ち用ですね。滝修行を見てしまったらやばい島に来てしまった感が出ますね。左に進むとキャビアちゃんの黒猫郵便局です。24時間年中無休で働いてもらっています。今はどうやら配達中です。家の横は大型荷物の受付ですね。ちなみに家の中も郵便局です。ギチギチすぎて暮らせないですね。かわいそうとの声をいただいております。よくある二連橋もお気に入り。こちらは海苔巻きのオリーブ屋さん。前のシーズンは愛生でしたが、オリーブ屋になってから羽振りが良くなった海苔巻きさんです。温室付きの豪邸に住んでいるので、かなりお金持ちと見ました。馬車馬のように働く隣人のキャビアちゃんとの雲泥の差ですね。ちょっと嫌味な島設計です。自宅の方へ戻ります。エントランスから案内所が18マスほどしか離れていないので、遠く感じるように遠回りの道を作っています。実際に作ってみるとかなり不便ですね。近いのに遠いです。自宅裏には水路のある町を作りました。シトロン島で一番栄えている場所ですね。とても狭いけど一マス空いていて通れそうな見た目をしていますが、通れません。自宅の土地の価値を高める作戦で作ったので、通れるか通れないのかどっちでもいいんです。住民からも物が多すぎて通れないと苦情が来ています。左に向かうと手前に観葉植物や奥にエイブルシスターズです。ハリボテの町の横はやはりハリボテの町ということで作りました。ガゼボがお店ですが、横から見たら中身がないことがバレてしまいますね。その奥は靴磨きやオリーブの力でピカピカに海苔巻きと癒着しています。下からの角度でも仕立て屋が見えるようにしました。左に進んでいくと屋根付きの滝修行の場。こっそり練習ができます。この道は街づくりが途中で頓挫した道ですね。作りかけという設定です。階段を降りると錆びれた灯台岬があります。街の騒音から離れられるので、ここで一杯引っ掛けるのもオツですね。シトロン島は町外れも作っているので、端に行くほど廃れていく感じです。これはおつまみとお酒です。ダイレクトおつまみ放題です。階段を上がってエイブルシスターズ横の道へ向かいます。ここは少し現代的なエリアです。左に向かうと小さすぎる公園が一つ。バスケットゴールのある小さな公園ですね。小さすぎるのでシュート練習ができるかどうかも怪しいレベル。街中の公園を一度作ってみたかったので無理やり作った感じです。さらに奥へ進んでいきます。ここの橋を渡っていくと奥に見えるのはパン屋さん。名前は突き当たりパン屋です。下に降りると小さなコーヒーショップ。島の最奥なのであまり来る機会はないですね。港町風を意識して作った場所です。門をくぐるとこのお店唯一の特等席。北風、潮風、波しぶきと当たりの強い場所ですね。水の上を失礼いたします。実はここからはしごを登って小屋の屋根の上に行くことができます。秘密基地風な感じで作った奥を眺めるだけの場所ですね。作るつもりはなかったのですが、奥がうまく写真に収まらなかったので作りました。パン屋の右側は常吉ビーチへ至る道です。ちなみにシトロン島は博物館にしていないので、怪しい路線はやってきません。ここでもお酒が飲めます。吸い込まれるように砂浜へ向かってしまう坂がお気に入りです。次は橋の右側へ。この辺りは緑地化を頑張った場所ですね。奥に見えるのは時計塔。この島のシンボルです。時計塔と言いつつ、ここからははっきりした時間がわからないのがいいところですね。ここは水路なので漁船で賑わっています。ここの下の階段を下ると自宅裏の町ですね。通れるのは途中までです。
水の上を歩き草地を通れば途中までなんとかって感じですね。先ほどの橋から右に向かうと橋と階段がいい感じに設置できた場所。船は滝を突っ切ってこないと町へ行けない仕組みですね。右に進むとここは案内所裏のリンゴ農家。アイーダ様とジェシカ様が農家を営んでおります。家の外観はかの有名な猫カラーで揃えました。ちなみにシトロン島の特産は桃ですが、リンゴにすり替えています。特産品詐欺ですね。ここは出来たてリンゴキッチン。取れたてリンゴをその場で食べられます。出荷作業もここですね。さらに奥まで進んでいきます。リンゴ農家の真後ろは駅舎があります。駅舎とホームが分離しているシトロン島の駅です。モデルは下灘駅と大岬駅です。前回のランジェ島の時と同じく線路は海に浮かんでいる設定です。奥のホームに行くにはここのはしごを使って海を渡るしかないですね。列車に乗るまでにびしゃびしゃになります。せめて道がつながっていてほしかったですね。ここの角度からなら普通の駅に見えますが、斜めにすると特殊な駅すぎますね。ここから右に行くとどんどん街の開発が遅れ、寂れた地域になってきます。石だった橋や階段も木製毛。最奥にあるのが街から追い出されたたぬき商店です。色の主張が激しく街並みと合わないからといった横暴な理由で町の端に移転することになりました。島唯一の商店を冷遇する島の行く末が気になりますね。寂れすぎて階段すら設置されなかった場所を通って中途半端に作りかけの場所です。シトロン島は町になり損ねた場所のオンパレードですね。リンゴ農家横の抜け道を通っていきます。ここの階段下に行くと案内所ですね。右に向かって住宅街へ。ここはシトロン島で一番土地の価値が高い高級住宅街です。丸い道路があることが特徴ですね。風景を乱さないために全ての外観を揃えています。シトロン島ではこの建て売り住宅を高値で売っています。こちらは源泉かけ流しの噴水的なものです。ただのバスタブですね。推しのリチャードハウスはなんとここだけ裏庭付き。推しは押せるときに押す。島民代表が常に心がけていることですね。川を眺めることができるのでゆっくりするにはいい場所です。住宅街を出て右に進むとここはオートキャンプ場。狭すぎてもはや駐車場。海風が結構強いのでここは冬以外おすすめです。特に緑の大地の方は他と比べて広いので競争率高めとなっています。砂浜側はちょっと海が近すぎて満潮の時怖いですね。草の道を通るとここは風太の自給自足生活をしているテント。ずっとテント暮らしをしてもらっています。麦畑で炭水化物を摂取し、ビタミンは謎の草を育て摂取、タンパク質は魚とカモを養殖して摂取しています。カモの卵を狙う黒猫。配達の休憩がてら狙っていますね。オリーブ屋の肥料はここでも大活躍です。このまま下に行くと自給自足用の道具をしまう小屋と化石などの発掘現場があります。怪しげな部分を適当に囲っているだけの場所もあります。長年の勘が働いているのかもしれません。実際には砂浜には何も埋まっていません。この階段を上がった場所は風太を監視するのにぴったりな高台です。見晴らしも良くてよく観察できそうですね。左手にありますのは陥没した道路です。地盤が緩すぎて陥没してしまったようです。大量に水も出てきているので危険ですが魚釣りもできます。滑落しても自己責任ですね。奥はちょっと都会的な風景。手前との風景差がえぐいですね。ついに案内所まで戻ってまいりました。ここは自宅の右側ですね。案内所の作りがほとんど左右対称なので周りも左右対称にしちゃえとした場所です。長いものには巻かれる派です。周りも道路にして都会的な雰囲気にしておきました。道が狭いので車体をこする覚悟がない方は通れません。ということでこれでシトロン島を一周しました。
シトロン島のお散歩はいかがだったでしょうか。これでシトロン島シーズン2は終わりです。夢見バンジも公開したので概要欄からご覧ください。公開期間は未定ですが、突然未公開になるかもしれないのでご了承ください。シトロン島に行ってみたいかもと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。この動画の後に総集編動画を出しますので、作り方などを気になる方は次回の動画をお待ちください。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。